回のあらすじ。弾がとんでもないことになりました。どうも皆さんこんにちは、お化けの冬くんです。レレです。アリファです。今回もシューティングゲーム作っていくよ。で、今回は何をするんだ？前回敵キャラが完成したから、いよいよシューティングゲームとして遊べるようにしていくよ。それでは今回は敵キャラクターの生成システムを作りましょう。オッケー。敵キャラクターの生成システムって具体的にはどんな感じで生成するんだ？パート4で作ったまっすぐ突進してくる敵と前回作った弾を撃ってくる敵の2種類を画面外にある4つの生成ポイントから一定時間ごとにランダムで生成するようにしよう。出過ぎだろこれは。それじゃあ早速やってみよう。お、敵キャラクターが出てきたな。ちゃんと2種類の敵キャラクターが、いい感じにランダムで出てきてるよ。ゲームとして遊べるようになってきましたね。これならゲームオブザイヤーも夢じゃないかも。んなわけあるか。なんか敵キャラクターが重なって生成されてないか？これは修正しないといけませんね。いやめんどくさいから意図した動きということにしよう。はよなおさんかい。はい。敵キャラクターを生成する際に目の前に敵キャラクターがいるかどうかを判定して、いる場合生成するポイントを変更するよう修正してみましょう。よしじゃあテストしてみよう。まずは敵を倒さないで様子を見てみるよ。なんか敵の圧がすごい。見たところ敵キャラクターが重なって出てくることはなくなってるみたいだな。ちゃんとスペースが空いた場所に出てくるようになってますね。とりあえず敵キャラクターの生成システムはこれでいこう。敵キャラクターの生成システムができたから、とりあえずテストプレイしてみたんだけど、プレイヤーの弾を無限に連射できるのが強すぎて、ちょっと簡単すぎる気がするんだよね。シンプルなシューティングゲームだし、簡単なぐらいでちょうどいいんじゃないか？いやもっとプレイヤーが涙を流し歯を食いしばるような難易度じゃないと。何を作ろうとしてんだよ。まあでも弾を撃ってくる敵キャラクターが弾撃つ前に倒されてるのはなんとかしたいな。でしたらプレイヤーの弾をもう少し弱くするか、敵キャラクター側をもう少し強くする必要がありますね。もしくはソウルライクに出てくるようなボスを追加するか。ゲーム変わっちゃうからやめて。ということでプレイヤーの弾を調整しようと思います。今のプレイヤーの弾はスペースキーを失敗で無限に発射できちゃうから、弾をバースト射撃に変えてバランスをとってみるよ。いいと思います。じゃあ早速やってみよう。4発発射するバースト射撃にしてみたよ。1発しか出てないみたいだけど。あれれ、確かに4発発射するようにしたんだけど。そういえば敵キャラクターの体力っていくつなんだっけ？突進してくる敵キャラクターの体力が3で、弾を撃ってくる敵キャラクターが5だったはずです。ってことは突進してくる敵キャラクターが1発でやられてるから、この弾4発重なって発射されてない。1発にレモン4つ分のビタミン C が含まれてるってこと？ちげえよ。では実際にどうなってるか確認してみましょう。このウィンドウはヒエラルキーウィンドウといって、現在のシーンにおけるオブジェクトの一覧が表示されています。ここを見れば弾が何発発射されているかもわかるはずです。確かにプレイヤーとか背景のオブジェクトが表示されてるな。で、プレイヤーの弾だが、弾のオブジェクトが4つ表示されてますね。やっぱり4つ重なってたか。本当にレモンだったんだ。だから何言ってんの？ということで弾と弾の発射間隔を追加して、バースト射撃が完成したよ。ちゃんと4発ずつ発射できて、全然避けれてませんけど。まあそういう日もあるよね。とりあえずこれでシューティングゲームとして動かせるようになったので、次回からは無敵時間やゲームオーバーの処理などシステム的なことを作っていきましょう。了解。それじゃあ今回はこの辺りで。まあたみーてねー。